春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回はワールドコンポジションを触ってみようと思います。また、カメラとの距離によって自動的にレベルをロード、アンロードする、ストリーミングディスタンスも見てみようと思います。ワールドコンポジションとストリーミングディスタンス、ちょっと触ってみた、レベル管理、その4。実際に作ってみましょう。1、ワールドコンポジションって、ワールドコンポジションは、複数のランドスケートをグリッド上に並べて、オープンワールドで使われるような巨大なマップを構築する機能です。各ランドスケートはサブレベルとして保存されます。また、各ランドスケートはカメラとの距離によって、自動的にロード、アンロードすることができます。注意として、ワールドコンポジションは、レガシーシステムです。アンリアルエンジン 5.0 以降ではワールドパーティションの使用をお勧めします。だそうです。実際、ワールドコンポジションは、非推奨です。ワールドパーティションへの変換を検討してください。と表記されます。1の1、パーシスタントレベルの作成。パーシスタントレベルを作成します。ファイル、新規レベル、基本レベルを作成します。ファイル、現行レベルを保存。名前をメインマップにします。作業フォルダに保存します。アウトライナーを整理します。ライティングフォルダ名をメインマップにします。プレイヤースタートをメインマップフォルダに入れます。今回は、フロアは削除します。1の2、ワールドコンポジションの有効化。ワールドコンポジションを使用するには、ワールドコンポジションを有効にする必要があります。ワールドセッティングを開きます。ワールド、イネーブルワールドコンポジションを有効に切り替えて、ワールドコンポジションを有効化します。1の3、レベルウィンドウ。ウィンドウメニュー、レベルで、レベルウィンドウを開きます。まだ、パーシスタントレベルしかありませんが、ワールドコンポジションを有効にすると、パーシスタントレベルが保存されているフォルダ内のレベルが、レベルウィンドウに表示されます。ワールドコンポジションのパーシスタントレベルには、ストリーミング情報は一切保存されません。代わりにパーシスタントレベルが保存されているフォルダをスキャンして、見つかったすべてのレベルをストリーミングレベルとして扱います。1の4、サブレベルの作成。レベルウィンドウからサブレベルを作成します。レベルズメニューのプルダウンより、新規作成をクリックして、新しいレベルを作成します。名前をレベル1にします。パーシスタントレベルが保存されているフォルダ内に保存します。パーシスタントレベル配下に、サブレベルが作成されます。レベル1にランドスケートを配置します。レベル1を右クリックして、現在のレベルにします。自動的にレベルの可視性も有効になります。選択モード、ランドスケープで、ランドスケープを作成します。ランドスケープタブ、新規、新しいランドスケープで設定します。新規作成を選択、編集レイヤーを有効化を有効にします。マテリアルにマテリアルを設定します。今回は小さく作成します。セクションサイズを 7×7 にします。セクションパーコンポーネント、コンポーネントあたりのセクションを 2×2 にします。ナンバーオブコンポーネント、コンポーネントの数を 8×8 にします。オーバーオールリゾルーション、全体の解像度が 113×113、つまり約 100m×100m の大きさです。作成をクリックして、ランドスケープを作成します。ランドスケープモードを選択モードに切り替えて終了します。アウトライナーを確認すると、ランドスケープアクタとレベルバウンズアクタが追加されています。1の5、ミニマップ。ワールドコンポジションを有効にすると、レベルウィンドウに、ワールドコンポジションアイコンが表示されます。ワールドコンポジションアイコンをクリックして開きます。トップダウンビューのミニマップが表示されます。ここで、ワールドのレイアウトを確認できます。赤の横線は、X 軸です。緑の縦線は、Y 軸です。作成したレベル1のランドスケープ画像が表示されています。小さな矢印マークは、エディタ上での現在の視点、プレイヤーのカメラです。ビューポートで移動するとそこに矢印マークが移動します。レベルは、マウスでドラッグして移動できます。移動させるとワールド内の位置も反映されます。右クリック、タイルの位置をロックを有効にすると、ロックがかかり、マウスでドラッグして移動できなくすることもできます。
く、ミニマップでランドスケープレベルを追加。ミニマップにランドスケープレベルを追加します。ミニマップ上にランドスケープレベルを4つ配置したいので、レベル1を左上に移動させます。レベル1を右クリック。隣接するランドスケープレベルを追加。選択肢より、プラス X を追加します。矢印マークから、このレベルの右側に追加されます。名前をレベル2にします。パーシスタントレベルが保存されているフォルダ内に保存します。新しいランドスケープが追加されました。レベル2ウィンドウにも反映されています。177、ランドスケープストリーミングプロ騎士アクタ、アウトライナ、ランドスケープハイカに、ランドスケープストリーミングプロ騎士アクタと、新たにレベルバーンズアクタが追加されています。ランドスケープストリーミングプロ騎士を選択します。詳細パネル、すべてを選択。ランドスケーププロ騎士。ランドスケープアクタにランドスケープが設定されています。このランドスケープはレベル1のことです。つまり、レベル1で設定したランドスケープの設定を、レベル2はそのまま引き継ぎます。アウトライナで、ランドスケープを選択します。リューポート上では、レベル1が選択されます。詳細パネル、ランドスケープ、ランドスケープマテリアルを変更します。レベル2にも変更が引き継がれましたね。あと2つランドスケープを追加します。起動してみましょう。4つのレベルが結合しているところにプレイヤーがいます。ランドスケープレベル間に隙間はなく、結合場所はシームレスですね。これにより、ランドスケープにたくさんのレベルを追加して、オープンワールドで使うような巨大なレベルを作成できます。1-8、ランドスケープツール。ランドスケープツールを使用して、レベル間をまたぐ山を作成してみます。パーシスタントレベルで作業をします。パーシスタントレベルを現在のレベルに設定します。選択モードでランドスケープを選択します。ツール強度を最大にします。マウスでブラッシングして山を作成します。サブレベル間を横切って作成できます。ランドスケープモードを選択モードにして終了します。レベル1の可視性を切り替えてみましょう。レベル2の可視性を切り替えてみましょう。2つの異なるサブレベル間をまたいで山が作成されていますね。ワールドコンポジションアイコンよりミニマップを表示します。レベルの画像が更新しています。ミニマップ上のレベルの画像はレベル内が変更されるたびに更新されます。1-9、サブレベルの親子関係。サブレベルはサブレベル同士で親子関係を作ることができます。レベル2ウィンドウ上でレベル2をレベル1にドラッグ&ドロップしてレベル1配下にレベル2を配置します。ワールドコンポジションアイコンよりミニマップを開きます。レベル1を移動させるとレベル2も連動して移動するようになります。レベルの詳細タブを開きます。インスペクトレベルでレベル2を選択します。タイル、ペアレントパッケージネームでも親子関係を変更できます。1-10、レベルバーンズアクタ。ワールドコンポジションでレベルを初めてロードすると、そのレベル内に新しいレベルバーンズアクタが自動的に作成されます。わかりやすいようにレベル1にスタティックメッシュを配置します。ランドスケープに比べて小さいので大きくします。アウトライナーでレベル1のレベルバーンズアクタを選択します。すると、リューポートでレベル1を覆うようにボリュームが表示されます。レベルバーンズアクタは、レベルのサイズを計算するために使用されます。デフォルトでは、レベルバーンズアクタは、レベル内にあるすべてのアクタを含むように自動的にサイズ調整されます。詳細パネル、レベルバーンズ、オートアップデートバーンズを無効にして、ボックスコンポーネント、シェイプで大きさを調整し、レベルバーンズアクタのサイズを固定にすることもできます。2、ストリーミングディスタンス、ストリーミング距離。ストリーミングディスタンスは、カメラとの距離によって、自動的にレベルをストリーミング、ロード・アンロードします。ワールドコンポジションアイコンで、ワールドコンポジションを開きます。デフォルトでは、すべてのレベルはアンカテゴライズド、身分類レイヤーに割り当てられており、ストリーミング距離は5万です。レベルとカメラとの距離が500メートル以内だとレベルがロードされ、それ以上離れるとアンロードされます。レイヤーは、ストリーミングディスタンスに関する情報を保持しているため、特定のレイヤーに割り当てられたレベルは、
そのストリーミングディスタンスを継承します。ストリーミングディスタンスが無効になっているレイヤーに割り当てられたレベルは、ストリーミングディスタンスから除外され、ブループリントを使用して制御できるようになります。2の1、ストリーミングレイヤーの追加。ストリーミングレイヤーを新規に追加します。アンカテゴライズドのプラスをクリックして、ストリーミングディスタンスを設定します。名前をストリーミングディスタンス5Kにします。ストリーミングディスタンスを5000に変更し、作成をクリックして、新規レイヤーを作成します。2の2、ストリーミングレイヤーに割り当て、ランドスケープレベルを作成したストリーミングレイヤーに割り当てます。割り当てるランドスケープレベルをすべて選択します。右クリック、レイヤーに割り当てる、ストリーミングディスタンス 5K を選択します。各レベルは一度に一つのレイヤーにのみ割り当てることができます。ミニマップの上にあるレイヤー名をクリックすると、レイヤーごとにレベルをフィルタリングできます。アンカテゴライズドレイヤーにはレベルはなく、ストリーミングディスタンス 5K にレベルがあります。ミニマップを閉じます。起動してみましょう。大きな木が見えます。大きな木から十分に離れると、大きな木はアンロードされるはずです。アンロードされましたね。戻ってみると再びロードされます。距離によって自動的にレベルをロード、アンロードできましたね。大規模マップでは、すべてを同時にロードしたくないので、プレイヤーの距離に応じてエリアをロード、アンロードできるのは、非常に良い機能ですね。ワールドコンポジションを使用するメリットは、巨大なオープンワールドの効率的な管理、複数のレベルをレイヤーとして分割し、巨大なワールドを扱いやすくします。必要な部分のみをストリーミングすることで、パフォーマンスを最適化します。レベルストリーミングによるメモリ効率の向上、プレイヤーの位置に応じて周囲のアセットだけをロードすることで、メモリ使用量を削減します。不要な部分をアンロードし、ゲーム内の負荷を軽減します。チーム開発の容易さ、各レベルを個別に作成、編集できるため、複数人での作業がスムーズに進行します。同時編集の衝突を避けるために便利です。広大なランドスケープの管理、ランドスケープ、地形をタイル上に分割し、各タイルを個別に制御可能です。高解像度の地形を構築しても、フレームレートやリソースへの影響を最小限に抑えます。動的な環境設計が可能。シームレスな移動やオープンワールドゲームに特化した機能を活用できます。新しい領域を簡単に追加し、ゲームのスケールが拡張可能です。ロード時間の短縮。必要なリソースだけをストリーミングするため、初回のロード時間が短くなります。バリエーション豊かなコンテンツの実現。異なるバイオームやエリアの作成が容易になり、ワールド全体にバラエティを持たせることができます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。